伊能もののけ録3百鬼夜行中旬。10日、十日市町の相撲取りに周防屋貞八という男がいる。弱い50ばかりでハゲ頭赤面の大男である。その男が夕暮れに平太郎の屋敷を訪れた。しかし様子がどうもおかしい。敷居口より這いつくばって入ってくる。そして何より頭が異様に大きいのである。その頭は果物を割るようにパックリと二つに割れた。するとその中から血だらけの赤子が10人ほど出てきた。赤子はあちこちと這い回り平太郎にすがりついてくる。そのうち赤子たちは平太郎の寝床に集まると一つにくっついて大きな目玉になった。平太郎はわけがわからないのでそのまま捨ておいて寝てしまった。11日、平太郎がいつまでも屋敷に一人で居座っているものだから平太郎の身を案じた13人ほどの親戚仲間が屋敷に集まっていた。皆は先日のこともあり、今日この座敷では刀を絶対に抜かないこと、そして対等のまま座敷に上がってもよいということを申し合わせ、皆対等のまま腰を下ろし、これまでの会議のことや今後の対策などを話し合っていた。そこに近所に住む彦之丞という男が遅れてやってきた。彦之丞は対等の申し合わせを知らなかったので、次の間で内刀を外し、脇差しのみで座敷に入ってきた。おう彦之丞殿、今夜は対等のままということで申し合わせておるので、刀を差してまいれ。一人の男がそう言うと、彦之丞は座敷の脇に座っていた男に向かい、そうであったか。ではすまぬが、次の間に刀を置いているので、手を伸ばして取っていただけませぬかと言った。座敷の脇に座っていた男が次の間に手を伸ばしたが、しばらくして顔をしかめた。彦之丞殿、お主の刀、鞘から抜けておるのではないか。そう言って刀を引きずり出した。刀は抜き身で青い刃が不気味に光っていた。おかしいな。そんなはずはないのだが、そのあたりに落ちてはおるまいか。と彦之丞は言って抜き身を手にしたまま次の間へ探しに行ったが、鞘はどこにもない。皆もそれぞれに方々を探し回ったが、やはり見つからなかった。そんな時に天井からぶら下がっていた釣り袋がもぞもぞと動き出した。皆息を飲んでその釣り袋を見ていたが、もぞもぞと動く釣り袋の口から鞘の端っこが顔を見せた。そしてまるで魚の骨でも吐き出すように少しずつ袋の口から出てくると、ぽたりと畳の上に落ちた。
彦之丞はその鞘を拾い抜き身を収めたが、そのまま無言で引き上げていってしまった。皆も恐ろしくなったと見えて、次々に引き上げていった。平太郎はまた屋敷に一人取り残された。すると今度は台所でどたりと音がした。何事かと言ってみれば、すり鉢が床に落ちている。そしてすりこぎが一人でにゴリゴリとすり鉢を吸っている。平太郎はバカバカしくなって寝てしまった。12日、昼ごろ、上田治部左衛門という男が平太郎の屋敷を訪れた。治部左衛門は魔除けになるという札をスラスラと書きしたためると、四方の柱に貼り付けて帰っていった。夕刻、今度は西光寺の和尚が訪れて、霊言新たかな薬師ご飯を貸すので、今度寺に取りに来るようにと平太郎に話していた。すると先ほどの札に目を留めて、これは上田殿の魔除けですな。おや、2箇所ほど字を間違えておる。書き直して信ぜよう。と言ってスラスラと札を書くと、それぞれの札の上に重ねて貼り直した。和尚はそれで帰るというので、平太郎は門前まで見送り、去るのを見届けると屋敷に戻った。ふと見ると和尚の書いた札がなくなっている。代わりに上田殿の貼り付けた札にはいたずら書きが施されていた。夜になり平太郎は寝床に着いた。がしかし何度に積み重ねておいたつづらが唐突に飛び出してきて、平太郎の寝床の周りをのそりのそりと歩き始めた。見るとつづらには手足が生え、まるでヒキガエルのようである。つづらは寝ている平太郎の上によじ登ってきた。面倒に思った平太郎はつづらを縛っている紐を強く握り、つづらのヒキガエルを押さえたまま眠りについた。朝起きてみると、ただのつづらが転がっているだけであった。13日、この日平太郎は先日西光寺の和尚と約束をした霊言新たかな薬師ご飯を借りに、長倉という男を連れて西光寺に出向いていた。道中、突然脇の藪がガサガサっと動いたかと思うと、高家ほどの黒いものが飛び出してきた。平太郎はとっさに刀を抜いて峰打ちで弾き飛ばしたが、その黒いものは後ろを歩いていた長倉の胸に当たってしまった。長倉が痛い痛いと激しく苦しむので、二人は一旦屋敷に戻り、平太郎は長倉を介抱した。その後、平太郎は一人で西光寺に赴き、薬師ご飯を無事お借りすると、その帰り道、黒いものに襲われたあたりを調べてみた。すると、どうやら長倉の胸に当たったのは赤い石らしかった。平太郎はそれを懐に入れて持ち帰った。14日、昼ごろ、平太郎は小屋の方から
カラウスをつく音がすることに気がついた。不審に思い小屋まで行くと、カラウスは誰もいないのに一人でに動いている。竿を引いたり押さえたりしてみたが、一向にやめる気配がない。これはもったいない。そう思った平太郎が玄米をカラウスに入れてみると、いい塩梅で米をついている。平太郎はしばらくそのまま放っておいたが、よくよく考えてみれば、引き上がっても止めることができないので、このままだと米がダメになってしまうと思い返した。竿を脇にずらして抱え込んで米をあげてみた。米はぬかだらけでまるで引き上がっていなかった。その夜、蚊帳をつって寝床についたが、ふと天井を見ると、天井いっぱいに老婆の顔があった。その顔はペロリと長い舌を出し、蚊帳をすり抜け、平太郎の顔を舐めた。平太郎はかばうように顔に手を当てたが、その長い老婆の舌は、その手をすり抜けて、平太郎の顔を何度も舐めた。平太郎は耐えているうちに眠ってしまった。15日。この日も平太郎は蚊帳をつってその中に入ったが、何やら蚊帳の中が真っ白である。そしてこんにゃくのようにぐにゃぐにゃと波打っている。そのうち畳も布団も真っ白になり、こんにゃくをちぎったようにぐにゃぐにゃになった。気持ちの悪い夜だった。16日。平太郎が風呂に入っている間、かの影山正太夫が訪ねてきた。すると表にかけた額が、とんとこここに、とんとこここに、と物を言ったという。慌てた正太夫は平太郎を呼び、額を外して内釘を抜いてみた。すると、塵とネズミの糞がこぼれ落ちるのと一緒に、以前なくしていた家来金平の鞘が出てきた。その日の夜、平太郎の友人が数名集まり、平太郎殿、毎夜毎夜奇妙なことばかり起こり、よく眠れていないのではないか。今宵は我らがお供し、研ぎをするゆえ、ゆっくりと休まられよ。という。そこで茶でも入れて、酔いの口まで話をしようということになった。皆で茶の準備をしていると、すすすす、ドスン、と音がした。皆は目を丸くして驚いていたが、平太郎は、このくらいのことは日常茶飯事のこと、と言って、音の正体を確かめに行った。そこには漬物桶が落ちていた。以前平太郎がナスのぬか漬けを作ったものだった。平太郎は茶受けにちょうど良いと言って皆に振る舞ったが、皆気味悪がって口をつけようとはしなかった。その後、皆で入れる大きな蚊帳を釣ろうということになり、皆で大きな蚊帳を釣り上げようとしていたが、なかなか上がらない。おかしいと思い、ふと見ると、いつの間にか皆の脇差しが蚊帳の上に乗っかっている。
これはいけないと思った平太郎は、皆の大小の刀を預かり、唐櫃に入れた。この屋敷においては何が起こるかわからない。ふと見ると、皆の寝間にしようとしていた表の間には、先日借り受けた薬師ご飯がかけられていた。その前には机と香炉がしつらえてあって、平太郎は寝間にお薬師様のご飯をかけたままにしておくのは良くないのではなかろうか、と思い立って、それを丁寧に巻き取り、仏壇にしまった。途端に残された机が動き出した。香炉を乗せたまま、茅の周りをぐるぐると歩いた。そうして、その上に乗っていた香炉が、スーッと宙に浮くと、茅の中に入ってきて、飛び回った。香炉は灰をまき散らし、しまいに枕に打ち当たって真っ二つに割れた。一人の友人があまりのことに驚き、横になっていたもう一人の友人の頭の上に嘔吐した。寝ていた方はたまったものではない。耳に吐瀉物が入ったと言って大騒ぎである。そうこうしている間に、いつの間にか夜が明けていた。平太郎は一睡もできなかった。17日、昼ごろ、石川門左衛門の奥方、奥宇殿が平太郎の屋敷を訪れた。何でも平太郎の身を案じた門左衛門の代わりに様子を見に来たのだという。平太郎が、それは恐れ入ります、と挨拶をしていると、突然、桶が転がり出し、奥宇めがけて突っ込んできた。奥宇は悲鳴を上げて逃げ回った。桶は執拗に奥宇を追いかけ回し、奥宇は裸足のまま走って帰っていった。平太郎がその後を追い、奥宇殿、奥宇殿と呼びかけると、桶はピタリと止まり、そのまま倒れて動かなくなった。その夜またしても不思議なものが現れた。小坊主の頭を櫛で刺したようなものである。それが座敷中を跳ね回り、刺さったり抜けたりしている。しまいにその頭は一つになり、ナマズになった。18日、夜半過ぎ、どういうわけか、畳がすべて糸のようなもので吊り上がり、天井に張り付いている。平太郎がどうしたものかと困り果てていると、隣のゴンパチがやってきた。ゴンパチは、これはいかん。下手に下から槍でつこうものなら、畳が落ちてきて怪我をされてもかなわん。と言うと、畳を一枚ずつ下ろし、敷き直してくれた。その夜、平太郎の寝床では、どこからともなく錫杖が飛んできて、そこら中で、シャンシャンシャンと音を鳴らしていたが、それ以上はどうということもなかった。19日、この日、十兵衛という男が平太郎の屋敷を訪れた。何でもこの怪異の正体は狐狸の類であろうという。この十兵衛は以前、神仏の功徳がきかぬ怪異の正体を狐狸の類と見極め、秘伝の穴をこしらえて退治したということだった。
早速その日の夜、大竹やら、菓子の杭やら、網やら、弓やらで、秘伝の罠をこしらえた。十兵衛は、風呂場の前に陣取り、槍をついて、どっしりと座った。なかなかの猛者である。この日の夜は、月もなく、自分の手が見えなくなるほどの闇夜であった。突然、十兵衛が奇妙な声を上げた。何者かに顔を撫でられたらしい。その後、鼻をつままれたり、しがみつかれたりした十兵衛は、こらえきれず、川屋に逃げ込んだ。しかし今度は、尻の穴をひげ手で撫でられ、たまらず平太郎のところへ飛び出してきた。十兵衛は、これはなかなかの化け物です。私は一旦引き上げますが、秘伝の罠が必ずや化け物を捕らえましょう。一つお願いがございます。この弓でございますが、日が当たると使い物にならなくなる代物で、必ず朝日の出る前に家の中に入れておいてください。罠は化け物を勝手に捕らえますゆえ、心配はございませぬ。よろしくお頼み申し上げます。十兵衛はそう言うと、そそくさと帰ってしまった。平太郎はまだ夜も長いので眠りについた。夜中、罠の方でごそごそと音がしたようであった。朝日が昇る前に起き出した平太郎が罠を見に行くと、大竹は倒れ、菓子の杭は抜かれ、網は丸めて捨ててあった。弓はというと、どこにも見当たらない。平太郎が弓を探していると、そこに十兵衛が現れた。十兵衛は罠の惨状を目の当たりにし、これは相すまぬことをいたしました。ところで、私の大切な弓はどこでございましょう。と言って、方々を探し回った。そうして、どこにも見つからなかった弓は、昼頃になって屋根の上で見つかった。十兵衛は罠の残骸を片付け、使い物にならなくなった弓を持ち、肩を落として帰っていった。